こんにちは。大工の翔也です。今回はこの天井のリフォームを見てもらいます。下地をして耐火ボードを貼っていきたいと思います。まず下地をするまでに天井裏の隙間の処理をします。この40年前の木造の和風って言いますと、土壁がついて桁の上にはこの面倒でたるきとたるきの間を止めてあります。それがもう全部ついてきてます。特にこの荒壁をつけた建物は木との隙間がものすごくついてます。その間からもう隙間風がビュービュー入ります。そしてこの家は外も白壁になってます。白壁と土壁と同じようについてるので、隙間が天井裏にも入り込んでました。そこをウレタンできれいに埋めてやります。これで隙間風は入らないと思います。このウレタンは2、30分もすれば結構硬くなります。スポンジになってしまいます。なぶるのには楽です。天井下地の簡単な足場をします。そして古い建物ですからボルトもあちこち緩んでます。それをボルト入っとるだけ締め直してやって、それから下地をしていきます。この2階は解体するまでは和室の天井が張ってありました。壁もご覧の通り和室の壁が塗ってあります。和室の場合は天井の部分に回り縁といいまして45角ぐらいの角門が入ってました。その後が柱に切り替えたように起こってしまいます。そこへ柱とまっすぐなるように下地を入れています。今これ天井の高さを測ってるんですけども、昨日隣は天井で下地をしてあります。その高さに合わせて高さを拾って印をしていきます。先ほど埋めた回り縁の後、ちょうどその高さに天井が来るので、もう少し上げたかったんですけども、配線とかいろいろ当たりまして、前の天井と一緒な高さになったんでちょっとしにくかったです。この新しくカムを入れた上の下地、これなんで上につながっとらんのやって言われたんですけども、丸太は少し細めの丸太です。でも地棟が一本門で通ってるので差し支えないんですけども、雪が降った時に丸太は下がります。その下がった時にカムイが同じように下がります。だからあえて隙間を空けて置いときます。カムイは下がらず建具も動いてくれます。では下地をしていきます。下地材は野縁を使います。この言い方は地方によっていろいろ違うんですけども、一寸三分角だけで全部を組みます。周りの野縁は柱には75のビスで留めます。周りの野縁が打てましたので、中の野縁の間隔をつけていきます。間隔は30センチ間隔に入れていきます。
30センチ間隔に並べる野縁の上に捨て材を3本打ってあります。細い胴縁で下地をする場合は上の捨て木の間隔は30から40の間隔で入れてあります。30センチ間隔の野縁を入れていきます。この野縁は外回りの野縁の内乗りに入るようになります。あまり長さを効かさずにこの2本置きか3本置きに最初に入れていきます。次に中間を入れていくようにします。順番に入れていきますと内乗りに入れていくので次と長さは長くなるようになります。どうしても長さは効いていってしまいます。そしてこの間の下地は、65のビスで両方から縫うように留めてやります。野縁が打てたので釣り木で釣っていきます。釣り木は先ほど切った野縁の切れ端を使います。釣り木は75のビスで留めてあります。ビスは必ず2本打ちします。ビスは釘と違って切れることがあります。2本ずつ揉んでおけばもし1本切れても大丈夫です。そしてこの2間の間隔あれば真ん中で6ミリ程度上げておきます。まっすぐだと下がって見えます。そしてこの真柱の代わりになるんですけども、柱と柱の間に15ミリの胴縁を立てていきます。下地ができたので天井の上に断熱材を入れていきます。100ミリのグラスウールです。封を切りますと救命ボートのように広がってくれます。できるだけ隙間なくきれいに並べて断熱材にします。下地ができたのでボードを貼っていきます。野縁の下地材の間隔も外側につけておきます。通し柱は15ミリ太く当たるのでその分だけを最初に炊いてやります。自分はボード貼るときは助け棒でつっかい棒ですね、この棒を使って貼っていきます。助け棒は文句も言わずにいつまででもじーっと支えてくれます。いい相棒になります。自分はビス打ち機はマックス使ってるんですけども、この間傷みましてね、修理出しましたら結構調子がいいです。でもマックスのビス打ち機は重いのでこの頃は少し大変ですね。
ボードの横の継ぎ手にはボンドをつけて貼っていきます。そしてこの継ぎ手が一緒にならないようにずらして互い違いに貼っていきます。その方がクラックは入りにくくなります。もし入ったとしてもペアの端から端まで通ることはありません。そして耐火ボードは漆喰の下地になります。ですから小口の継ぎ手も面は取りません。ビスの間隔は中で4本、継ぎ手で5本打ってやります。これで天井が貼れました。そして穴壁の隙間もウレタンで出しました。量からしますと窓1個分の隙間があったということです。これできっと暖かくなると思います。以上、大学翔平でした。